皆さんこんにちは。今日は前回の動画に引き続き第2弾。第1弾ではダナン、ホイアンをご紹介しました。まだご覧になっていない方はぜひ見てください。ベトナム旅行 Vlog を振り返りながらハノイ旅行の魅力、グルメ、絶対行くべきスポット、おすすめホテルをご紹介したいなと思っています。これからベトナム旅行に行く方の参考に少しでもなれたら嬉しいです。それではスタート。ちょっと今日は喉が枯れていて声がかすれているのですがご了承ください。ハノイはベトナムの首都、ベトナム北部に位置しています。豊かな歴史と文化を持つ都市であり、多くの観光スポットがあります。もちろん美味しい食べ物もたくさん溢れている街です。まずはそんなハノイで絶対行くべき観光名所をご紹介します。ちょっと以後場所の名前やお店の名前の読み方が間違っていたら申し訳ないです。まず最初にご紹介する場所はホアンキエム湖。ハノイの美しい自然のオアシスです。緑豊かな湖の周りは気持ちよくお散歩することができました。続いてホアンキエム湖近くにあるハノイ大教会。とっても厳かな雰囲気が漂っていました。すっごい厳かな雰囲気です。それからハノイで絶対行くべきトレインストリート。電車が目の前ギリギリを通過していきます。少し手を伸ばしたら手が吹き飛ばされてしまいそうなくらい本当に近かったです。こんな経験なかなかできないですよね。かなり危険を伴っているので電車が来る前の緊張感はただならぬものでした。ぜひ皆さんもこのスリルを体験してみてください。最後にご紹介する観光名所はハノイ旅行に行ったら必ず行くべきハローワンツアー。つまらないなどの国標もよく見かけますが、私はおすすめしたいです。私たちはジェードセールズクルーズのハローワン日帰りツアーに参加しました。時間に余裕のあるのんびりとした日程のツアーでとっても良かったです。正直期待していなかったお昼ご飯のビュッフェも美味しくて大満足でした。クルーズ船の屋上デッキではお酒を飲みながらハローワンの景色を存分に楽しむことができました。曇りでしたがたくさん連なる奇岩は迫力満点で自然の壮大さを感じました。様々な会社がハローワンツアーを運行しているので、ぜひご自身に合ったツアーに参加してみてください。それでは次はハノイのおすすめグルメ、レストランをご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するお店はハノイの超有名フォーレストラン、フォーテンリーコックスというお店です。店員さんおすすめのフォー2種類とハノイビールをいただきました。ハノイビール初めて飲んでみたのですが、個人的には333って書いてあるビールの方が好きです。フォーはさすが名店なだけあって本当に美味しかったです。香草の香り、味も強すぎず優しくあっさり食べやすいスープでした。上にたっぷり乗ったお肉がとっても柔らかくて美味しかったです。続いてご紹介するお店はハノイで人気なブンボーナンボーを食べることができるお店。ちなみにブンボーナンボーとはブン米の細麺、ボー牛肉、南ボー南部という意味です。名前からすると南部の牛肉ビーフンという意味になりますが、ハノイ発祥、ハノイで親しまれているお料理らしいです。私たちはブンボーナンボーとネムチュアランというものを頼んでみました。牛肉やお野菜がたっぷり乗ったブンボーナンボーはよく混ぜていただきます。
甘酸っぱじょっぱいタレが麺と具材とよく合って本当に美味しかったです。ガーリックのパンチがありながらもさっぱりいただけました。みんなが好きな味だと思います。ネムチャーランはピリ辛でお酒のつまみにぴったりでした。ここおすすめです。続いてご紹介するのは皆さんもご存知かと思いますが、有名なピザレストランピザ4ピース。ベトナムで何を食べようかなと迷ったらピザ4ピースに行っとけば間違いないはずです。かわいい。お料理はもちろん接客や細かな気遣いまで素晴らしいお店です。写真付きのメニューで分かりやすいし、メニューもとっても豊富です。だからいつも迷っちゃいます。私が今回いただいたケールサラダがとっても美味しかったです。私は自らサラダを好んで食べる人間ではないのですが、これは香ばしいナッツとチーズがケールとよく合ってとっても美味しかったです。今回私はカルボナーラとサラダをいただきましたが、ピザが美味しいのでぜひ皆さんはピザを召し上がってみてください。次はタンビーというベトナム料理屋さんをご紹介します。ここはハノイで絶対行くべきレストランです。ベトナム北部の伝統的な家庭料理を楽しむことができます。本当に全部のお料理がとっても美味しかったです。大人気なのでぜひ予約をして行ってください。本当におすすめです。ここも本当におすすめ。フレンチレストランのラ・バディアンというお店をご紹介します。店内は可愛らしさとモダンさを兼ね備えた素敵な雰囲気でした。私たちは3コースメニューをいただきました。スターター、メイン、デザートの3コースです。ハノイを訪れる方はぜひ行ってみてほしいです。一つ一つのお料理は美しく繊細でとっても美味しかったです。ベトナムはフランスの面影が残っているので、とっても美味しいフランス料理を気軽に楽しむことができます。ちなみに3コースメニューで十分しっかりお腹いっぱいになりました。大満足です。こちらは母が食べたお料理たちです。母も美味しいと大満足していました。ぜひ皆さんも行ってみてください。次に S&L's ダイナーというアメリカ料理屋さんをご紹介します。店内はまるでアメリカ。隅々まで内装が可愛かったです。めちゃくちゃアメリカンな店内でとっても可愛いです。
メニューも豊富で迷っちゃいます。全部美味しそう。実は私と母はアメリカンダイナーが大好きなんです。もう絶対太るよねといったようなギルティーな食べ物が大好物です。困る。ローディットチリフライとクリーミーペーストシュリンプをいただきました。飲み物は母ビール、私はバニラミルクシェイクにしました。ポテトを食べるとなんだかシェイクが飲みたくなるんですよね。このシェイク激甘でした。プリンとバニラアイスとかなんかいろいろ混ざった味。甘すぎたので皆さんにはおすすめしません。パスタは名前の通りクリーミー、むしろクリーミーを越したドロドロ重めで美味しかったです。串に刺さった大きなエビたちも美味しかったです。ポテトは言うまでもないです。カリカリのポテトも好きだけど、ミートソースとチーズをまとったポテトも大好きです。ねっちょり感と重さがたまらないんですよね。結局ビールも頼んじゃいました。タイガービールをいただきました。実はこのお店、宿泊したペリドットグランドラグジュアリーブティックホテルの近くにあったので来てみたのですが、大正解でした。ハノイでアメリカ料理やジャンクフード系が食べたくなったらぜひ行ってみてください。最後にご紹介するお店はハノイクロワッサン&コーヒーというカフェです。フラッと入ったお店でしたが大正解でした。テラス席からはハノイの街並みを眺めることができて雰囲気がとっても良かったです。しかもラッキーなことにクロワッサン1つ購入でティラミス1つ無料だったんです。クロワッサンもティラミスもとっても美味しくいただきました。今日は最終日の前日です。お買い物で行ってきます。グーグー。それでは次は私がお気に入りのファッションブランド、ショッピングスポットをご紹介します。まず最初にご紹介するお店は、私がベトナムに来たら必ず行く大好きなお洋服屋さん、リーチック。ここは全てがとにかく可愛いんです。フォーマルからカジュアルまで本当に可愛いお洋服でいっぱいです。やっぱりお買い物って最高ですよね。世の中には可愛いお洋服がたくさん溢れていて困っちゃいます。続いてここは歩いていてフラッと入った JM ドレスデザインというお店です。フラッと入ったお店だったのにここも本当に可愛かったです。ホーチミンでもハノイでもリーチックの近くには可愛いお洋服屋さんが点々と並んでいたのでお買い物しやすかったです。可愛いお洋服が好きな方はベトナム旅行本当におすすめです。お花ゲット、そしてお洋服もゲット。ビンコムセンターというショッピングモールもおすすめです。お洋服屋さんやレストラン、スーパーマーケットなど様々なジャンルのお店が入っているのでお買い物に最適です。私が大好きな MLB だったりバス&ボディワークスが入っていました。
それからショッピングモール内にはウィンマートというスーパーがありました。比較的小さなスーパーマーケットでした。でも意外とお酒の種類は豊富だったと思います。私はお菓子や飲み物を購入しました。ビンコムセンターはハノイにいくつか店舗があると思うので、ぜひ行ってみてください。それにしてもこう見るとお酒たくさん買ってますね。飲んでみたことないものって試してみたくなっちゃうんですよね。続いてハノイでおすすめのスパ、アーバンオアシススパをご紹介します。旅行の最終日はスパでしっかり旅の疲れを癒してあげるのがお決まりです。今回はフェイシャルとタイマッサージの施術を受けました。フェイシャルは正直気休めです。タイマッサージは痛いですが、爽快感がたまらなく気持ちよかったです。技術、接客ともに丁寧、設備も綺麗で清潔感がありました。それでは最後にハノイのおすすめホテルをご紹介します。すごいいい匂い。オレンジティーみたいです。ハノイでは5つ星ホテルペリドットグランドラグジュアリーブティックホテルに宿泊しました。こちらはグランドスイートというお部屋です。リビングルームとベッドルームの2部屋に分かれています。大きな窓から入ってくる自然光は部屋を優しく照らしてくれました。1.8 メートル ×2.1 メートルのエクストラロングキングサイズベッドはとっても大きくて寝心地が良かったです。広々とした大理石のバスルーム、シャワー室、バスタブ、トイレはそれぞれ分かれています。トイレはお部屋に入ってすぐに1つとバスルームに1つ、計2つありました。今からいただいたワインを飲みたいと思います。無料で赤ワイン1本いただいちゃいました。こちらがホテルのプールです。ハノイの3月は過ごしやすい季節ですが、プールに入るには少し寒い日もあります。この日も比較的気温が高く暖かかったのですが、やっぱり寒かった。ということで、そんな時に役立つホットタブで温まりました。ペリドットグランドラグジュアリーブティックホテルの朝食はビュッフェです。種類豊富なのはもちろんのこと、本当に一つ一つのお料理が美味しかったです。3泊しましたが、毎朝メニューが変化したのでとってもワクワクしました。
ベトナムのホテルではおなじみの麺料理ももちろん楽しむことができます。朝ごはんには欠かせない卵料理ももちろん作ってくださいます。今日の朝ごはんです。いただきます。どうでもいい話ですが、私は卵が好きすぎて必ず朝食ビュッフェでオムレツを頼んでしまいます。最近はオムレツをチリソースで食べるのにハマっています。すっごく美味しいんです。本当にペリドットグランドラグジュアリーブティックホテルの朝食ビュッフェは美味しかったです。個人的にこの日の朝ごはんのメニューが一番好きでした。皆さん朝はしっかり食べる派ですか？私は絶対しっかり食べます。というのも寝て起きたらお腹ペコペコになってしまうんですよね。だから朝食ビュッフェは最高に幸せです。第2弾です。ベトナムはコーヒーが美味しいです。美味しくて本当に予想以上に朝からたくさん食べてしまいました。美味しくて第3弾です。はははは。ペリドットグランドラグジュアリーブティックホテルのルーフトップバーも行ってみました。DJ パフォーマンスが行われていて、たくさんのお客さんで賑わっていました。景色も雰囲気もとっても良かったです。スカイバーに来ました。乾杯。最後におまけとしてホテルからすぐ近くのウィンマートプラスをご紹介します。ホテルの近くにコンビニやスーパーは絶対あってほしいですよね。さて今日の動画は以上となります。大切なお時間を使いご視聴いただきありがとうございました。ハノイのおすすめスポット、グルメ、ホテルをご紹介してみました。いかがでしたか？楽しんで見ていただけていたら嬉しいです。最後は1週間のベトナム旅行のダイジェストをお送りしながらこの動画を終わりとさせていただきたいと思います。ぜひ1日ごとの Vlog もご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。I'm still dreaming. I think it's alright to try whatever makes us grow.